イムがゴッドバレーに降臨。サターン星の肉体に取り付き、ロックス海賊団に真っ向から矛先を向ける。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い2週間がようやく終わり、ワンピース第1162話の速報が公開されました。タイトルはゴッドバレー大乱戦です。ヤマトの扉絵ストーリーは完結を迎えた。彼女は花の都に戻り、他の仲間たちと再会した。これでこの扉絵ストーリーは一区切りとなる。注目すべきは、ヤマトは結局出航しなかったことだ。全体的に見て、この扉絵ストーリーはやや平凡な印象だった。本編では、ロックスが妻のエリスとティーチを救出し、彼らの脱出を手助けする。エリスはロックスに、その後ルルシア王国で合流すると告げる。なんとも場所の選び方が巧みだ。後に、ルルシア王国はアンノテイムによって完全に破壊される。これは偶然なのか運命なのか。シャーロット・リンリンは当初、自分が奪った魚を飲み、モデル清流を片栗に渡そうとしていた。しかし、カイドウが彼女を奇襲し、悪魔の実を奪ってその場で食べてしまった。つまり、行為による贈与ではなく、カイドウが実力で強奪したのだ。これこそ海賊らしい所業だ。衝撃のシーンが到来。イムがギュキー形態の五老星ジェイガルシア・サターン星に憑依し、力は大幅に増幅したと思われる。イムは生き残ったデイビー一族を悪魔へと変貌させ、後の巨人国での行為と類似したことを行う。一方、ガープとロジャーはゴッドバレーでのイムの出現とその圧倒的な覇気に衝撃を受けた。しかし、ガープを一層驚愕させ激怒させたのは、ゴッドバレーで多数の民間人が命を落としたことだった。彼は伝伝中で直ちに戦国に電話をかけ、一体ここで何が起きているんだと問いただした。続いて、ロックスはガーリング星と激闘を繰り広げ、すでに悪魔と化したデイビー一族がガーリング星を援護する。しかし最終的に、ロックスはガーリング星と魔人軍団を打ち破る。その実力は本当にこあるべきものだ。この話の末、エドワード・ニューゲートと竜の姿をしたカイドウが、ロックスと共にイム様に正面から対峙する。これはこれまでのワンピースにおける最も衝撃的な対決の一つであり、鬼が島の屋上で2人のヨンスベロギが5人の超新星と対峙した場面をもしのぐだろう。我々は三大最強戦力がイム様と激突する光景を目にすることになる。では、当時ロックスは一体どう敗れたのか。モンキー・ディ・ガープとゴールディ・ロジャーは共闘してロックス・DG ベックを倒したのか。結論としては、戦国は真面目そうだが口が重いというしかない。第1160話で小田栄一郎はゴッドバレーに上陸する各勢力の場面をいくつか描き直した。さらに重要なのは彼らの来意を改めて示した点だ。ゴールディ・ロジャー率いる海賊団はシャクヤクを救うために来た。ロックス海賊団の大多数もシャクヤクを救うためであり、少数派は悪魔の実目当て、ロックス本人は妻子を救うためだった。言い換えれば、ロックス海賊団とロジャー海賊団の目的は一致しており、少なくとも対立するものではなかった。しかし、モンキー・ディ・ガープがゴッドバレーに来る前、彼は人間狩りのことを知らなかった。コングはガープに対して天竜人の修学旅行だとだけ告げた。明らかにコングが嘘をついたのは、もしガープが真相を知れば絶対に海軍としてゴッドバレーに協力しないと理解していたからだ。だからコングはロジャーの動きに関する情報でガープをゴッドバレーへ誘い、ガープが最初にゴッドバレーに到着した目的もロジャーの追跡だった。では、ガープが島に上陸して大量の民間人の遺体を目にしたらどう反応するか。彼の性格からすれば激怒するに決まっている。ガープは必ず犯人を追い、まだ生きている奴隷たちを保護するだろう。ここで問題になるのを、天竜人と当時の島の海軍がガープに真相を明かす勇気があったかどうかだ。彼らは当然認めず、平民虐殺の罪をすべてロックス海賊団に押し付けただろう。当時の彼らの悪名を考えれば、弁明の余地はほとんどない。妻子を救うことだけを考えていたロックスは、ガープや海軍を排除すべき障害とみなした。こうして両者は衝突したのだ。ロジャー海賊団はまず神の騎士団と交戦した。スコッパーギャバンもこの戦いで初めてソマーズ星と対峙し、神の騎士団の不死の実を破る秘策を発見した。したがって戦国の語ったことは半分は当たっていると言える。結果から見ると、当時ガープがゴッドバレーで奴隷と天竜人を保護したのは確かだ。しかし実際の動機は無差別に虐殺される民間人を守るためだった。
ガープと彼が率いた海軍艦隊は当時モンキー D ドラゴンが相手にしていた天竜人を手助けして民間人を包囲していた海軍とは全く別の存在だった。それでもなお汚点は避けられなかった。これがガープが後に大将への昇進を辞退し、ゴッドバレー事件について口を閉ざした理由かもしれない。その後、モルガンズは世界政府と結託して事件の全責任をロックス海賊団に押し付け、ガープを表舞台に立てて海軍の英雄に仕立て上げた。モルガンズはその結果出世し、地方の新聞社から世界政府の協力者へと変貌した。ゴッドバレーの対戦終盤、神の騎士団は当時最強クラスの海賊たちに対抗しきれなかった可能性が高く、そこでさらに強力な戦力が介入した。例えば当時ゴッドバレーにいたジェイガルシア・サターン星、さらには最終的にイムが軍庫に憑依する形で直接決着をつけたという筋書きも考えられる。ロックスの祭祀に関する秘密は最終的に暴かれ、彼の最大の弱点となった可能性が高い。神の騎士団がその後巨人国で子供を誘拐するなどの悪行を行っている点を参照すれば痕跡は残っている。だからこそモンキー D ドラゴンはルフィとの関係を徹底して隠したのだろう。これらは今後の展開で徐々に明かされていくと信じたい。この展開は本当にますます白熱してきた。ワンピース第1160話の公開に至るまで、小田栄一郎はついにその本当の野心をあらわにした。ワンピースは実は2人の主人公構造で物語が進んでいるのだ。1000年にもわたる世界に挑む一つの戦いは2つの勢力によって導かれている。一つはジョイボーイが象徴する白、もう一つはデイビー・ジョーンズが象徴する黒である。両者とも世界を変えようとしたが叶わなかった。しかしそれぞれが世界を覆すほどの鍵を残した。ジョイボーイは麦わら帽子を象徴に信念を受け継がせた。あの大きな麦わら帽子からロジャーへ、ロジャーからシャンクスへ、そして最終的にルフィへと託されていった。一方でデイビー一族のやり方はもっと直接的だ。血脈である。この一族は天竜人に激しく憎まれ、追われ、ほとんど滅ぼされた。わずかな者たちが世界の陰で細々と生き延びているに過ぎないが、地に刻まれた野心を忘れたことは一度もない。38年前のゴッドバレーの戦いで、ロジャーとロックスの運命は激しく衝突した。ロックスは一時、世界の頂点に迫ったが、彼とイムとの間には、依然として越え難い溝が横たわっていた。だがロジャーはゴッドバレーの一戦の後に覚醒し、水先生塔の外側、偉大なる航路の真の終着点を探し求め始めた。やがて彼は800年前にジョイボーイが残した大いなる秘宝を発見し、D の一族の秘密、そしてこの世界のすべての真実を見抜いた。この天竜人の世界に挑むゲームは、幾100年にもわたって無数の者がクリアを試みたが、道の各所で倒れていった。しかし彼らの物語は忘れ去られず、彼らの命は航路上の小さな星かとなってやがて一変となり、世界の夜明けを照らすだろう。ロジャーこそが全世代で最もクリアに近づいたものであった。彼はこのゲームの本質を見抜き、決然と松明を次の時代へ手渡した。大海賊時代でカズ王の新たなプレイヤーを誘い込み、あの真の結末をつかむことを誓ったのだ。ジョイボーイとデイビー・ジョーンズの信念は長きにわたる歳月を貫き、現在それぞれモンキー・D・ルフィとデイビー・D・ティーチに受け継がれている。一つは血脈を超える意志の継承、もう一つは地に縛られた憎悪の宿命である。この白と黒の1100年にわたる対立は、結末がやがて一人の人物に集約される運命にある。彼は過去のすべての歴史を背負い、再び世界へ挑戦を仕掛け、ついには盤を覆すだろう。今、誰が最も慌てふためいているかと問えば、答えは当然、頂点に座する盤の操り手である。イムはルフィに対処しなければならず、ティーチオも見逃すことはない。しかし、この錯綜した膠着の中で均衡を崩す鍵となるのは赤髪の男、シャンクスなのである。漫画は第1160話まで更新され、正式にゴッドバレーの事件編へと入った。今回は小田栄一郎が伏線を巻いて読者を引き伸ばすのではなく、我々はその一連の出来事を通して全貌を目撃し、それがどのようにエルバフの物語へとつながっていくのかを明らかにしていくだろう。そしてあまたの糸が絡み合うこの物語群の中で、シャンクスという存在が全ての手がかりをつなぎ、ワンピースの二重主人公的な語りを推進する不可欠な役割を担っている。シャンクスがなぜ運命の子と称されるに値するのか。彼はゴッドバレーで謎めいた赤髪一族に生まれ、父は天竜人の名門フィガーランドガーリング星の家系に出自を持つ。
生後わずか1歳でゴッドバレーの大決戦に巻き込まれ、後の革命軍指導者ドラゴンに救われ、その後ロジャーの船で育ち、危うくロジャーたちと共に最後の島ラフテルに到達するところだった。この人物は世界政府、天竜人、海軍、海賊、革命軍、ワンピース世界の主要勢力のほとんどと深く関わっており、その背景の複雑さは極めて稀有である。今振り返ると、彼が頂上戦争の終盤で見せたあの綿鼓の重みは確かに並大抵ではなかった。しかしシャンクスの物語はまだ完全には明かされていない。生後1歳で偶然ロジャーの船に乗り、15歳でローグタウンで船長を見送った彼の少年時代は全てロジャー海賊団で過ごされた。ロジャーの死後から赤髪海賊団を結成するまでの2年間の空白は非常に示唆的であり、シャンクスはこの期間にガーリング星に見出され、聖地マリージョアへ連れて行かれた可能性が高い。血縁への情や償いの思い、あるいは天竜人の歪んだ独占欲のいずれかにより、ガーリング星はシャンクスをシャムロックのような優れた家督相続者に育て上げようとしたのかもしれない。私は7月22日に投稿した動画で一つの仮説を提示した。シャンクスは聖地に戻った後、ガーリング星によって神の騎士団に組み入れられ、見習いとして加入させられたのではないか。第1160話で軍子が神の騎士団の外部メンバーとして参戦したことは、この推測を裏付けるように思える。正規の騎士になる前、軍子は神の従人と呼ばれていた。すなわち神に追随する派を意味し、端的に言えば天竜人の直属の武力である。当時の彼女はすでに天竜人としての身分を与えられ、マンマイヤー家族に属していた。セリフから判断すると、彼女は途中加入の扱いだったようだ。オダがこの細部を描いたのは、軍子とブルックの因縁をさらに明かすと同時に、人間狩りと天竜人同士の家族間の争いにまつわる秘密を深く釣りする意図があるのだろう。天竜人は世界政府を最初に創設した20人の王の子孫であり、アラバスタのネフェルタリ一族を除けば少なくとも19の家系が存続している。しかし世界最高の権力を手のひらる合意星派わずか5名しかおらず、その地位は一般の天竜人をはるかに凌駕する。席が開かない限り他の家系が昇格することはできない。この事実自体が天竜人内部に厳然たる階層制度が存在することを示している。世界貴族である彼らは身分を捨てようとするドン・キホーテ家を軽蔑し、家に栄光をもたらすものを明星のごとく扱う。天竜人は内部競争によってより高い地位を奪い合い、権力の頂点であるイムに近づこうとする。合意星や神の騎士になるということは、ある程度の不老不死を得ることをも意味している可能性がある。すべての資源を手にした後、天竜人たちの究極かつ共通の追求は、さまざまな形での永遠の命の実現にあると言ってよい。また、3年に一度行われる人間狩り大会は多目的に奉仕する道具である。本質的には資源略奪や敵の抹消の手段であると同時に、天竜人内部の序列争いの闘技場でもあり、家族戦と個人戦に分かれる。前者は家の名誉のために戦い、後者は財宝や美女、強力な悪魔の実などの戦利品を争う。重要なのは、優勝者には神の騎士団への入団資格が与えられることが多い点である。軍子が神の従人から正規の騎士へ昇格したのも、おそらくゴッドバレーの事件での働きが評価されたためだろう。同様にシャンクスが聖地に滞在した2年間の間に神の従人として扱われていた可能性は高く、腕に刻まれた特殊な印はその際に残されたものかもしれない。滞在期間が短かったために正規の騎士に至らず、イムから授けられるかもしれない不老不死の力を受けなかったため、身体の自由を保てたと考えられる。シャンクスが最終的に聖地を去った動機は想像に難くない。ロジャーと共に広い世界を目の当たりにした後、聖地の閉鎖性や歪んだ体制は彼の自由を尊ぶ価値観と激しく衝突したはずだ。彼はそこで天竜人の暗部を目撃し、父兄の人格の歪みを知り、母の殺害の真相に迫った可能性すらある。最も直接的な決定打はイムに関する何らかの事実だったのだろう。シャンクスは聖地でハラルドと面識を持ち、親しくしていたと推測される。ハラルドが後に世界会議に招かれてマリージョアに再臨した際、2人は再会したはずだ。その時シャンクスはイムの秘密、そして世界政府が巨人族に対して企てる陰謀に気づいた可能性が高い。結果としてシャンクスは天竜人に背を向け、再び大見へ出た。去った後も彼はハラルドに再会して事態を阻止しようと望んだが、すでに遅く、叶わなかった。
そこで彼が後にロキを探し出しエルバフまで護送したことは説得して復讐を諦めさせられない以上、彼を守るための最良の策だった。だが神の騎士団が自ら動いてくるとは想定しておらず、そこから現在のエルバフ編へと物語がつながっていったのである。こうしてシャンクスの宿敵関係もより明確になる。彼と黒ひげことマーシャル D ティーチは幼少期から知り合い、幾度となく衝突してきた。後者がシャンクスの顔に刻んだあの3本の特徴的な傷は赤髪海賊団の旗にも描かれているほどであり、その特別な意味合いは言を待たない。ワンピースの前半におけるシャンクスの革新的な行動は頂上戦争の勃発を阻止することにあった。そしてその鍵となったのがティーチである。ワノ国事件以降、シャンクスは自ら率先して黒ひげの足取りを追い始めた。その具体的な理由はまだはっきりしないが、小田栄一郎は明らかに赤と黒の宿命的対決へ向けた布石を敷いている。我々が今知っていることは、ティーチがデイビー一族の出身であるという点だ。彼はシャンクスとゴッドバレーでの同郷でもあり、より深い意味では両者は世代を超えた因縁の血脈の末裔でもある。ガーリング星が当時ゴッドバレーとその隠された秘密を発見したことがデイビー一族に壊滅的な最悪を招いたのだ。ガーリング星とデイビー一族の間には深い怨恨があり、シャンクスはおそらくガーリング星を通じてなぜ天竜人がデイビー一族をこれほど憎み恐れているのかの一端を知ったのだろう。ロックスとティーチのその後の所業を逆照射して考えると、当時のデイビー・ジョーンズ本人もまた危険で強力な野心家であった可能性が高い。デイビー一族の地に潜む性質は既存秩序を覆す力を秘めており、それは破壊をもたらすと同時に神聖を生む可能性もある。太陽神二課に対する世間の評価が賛否両論であるように、オダは世界変革に内包される両義星白と黒を一貫して描いている。シャンクスにとっては彼は本能的にティーチの危険性を見抜き、同時にルフに宿る希望を見届けた。これを理解したとき、彼のこれまでの一連の行動には明確な論理的筋道が通る。したがってシャンクスと黒ひげの酒が対衝突はゴッドバレーの塵が収まった時点ですでに伏線として仕組まれていたのである。ドラゴンがかつてゴッドバレーで赤髪の双子を救い出した行為は疑いなく深い影響を及ぼし、彼はこの大戦の裏の英雄と呼べるだろう。彼と共に救われたバーソロミュー・クマとイワンコフはその後彼の最も親しい戦友となり、幾度かの重要な局面でルフィの命を救っている。そしてドラゴンが直接抱いたシャンクスの影響はさらに深く、そのシャンクスがルフィを救っただけでなく、ルフィの人生の軌道を根本から変えたのだ。さらに重要なのは、ドラゴン自身の運命もゴッドバレーを境に大きく変わったことである。天竜人を襲い彼らの子孫を連れ去った行為はそれ自体が決して許されるものではない重罪であり、天竜人の強行を直に目の当たりにしたことは彼の心に強い疑念を生んだ。どの観点から見てもゴッドバレー事件以降、ドラゴンの抱く正義は変容し、彼は真の自由の追求へと向かっていった。その純粋で揺るぎない理想は当然ながら自由を象徴するかのように風のように束縛されない悪魔の実をも引き寄せた。シャンクスが最終的に宝箱に入れられたのは当時のドラゴンのやむを得ない選択だったと考えられる。当時の彼の力量で2人の子供を抱えて危機に満ちたゴッドバレーを同時に無事に脱出させることは現実的に不可能だったのだ。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。